どうも、ラーメンロタスのゲイシーです。今回は厨房潜入シリーズで静岡市のラーメンブッチャーに密着取材します。ラーメン職人の朝の仕込みや営業風景の裏側を公開します。では、どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず仕込みな感じですか？今からはい。仕込みなんで、すいません、失礼します。あ、すごい。それは今日腸肉の日なんで、あ、はい。これから下準備をする。なるほど。今スープを温めてます。はい。はい。このスープは。とりあえずあなるほどこして凍らしてあるんで、あ、はい。今解凍する感じです。なるほはい。ど。29日が腸肉っそうですね。今日ちょうど腸肉の日なんで。ていうイベントの日なんはい。ですね。あと背脂ですね。すごいですね。ここってこれ冷凍庫です。冷凍庫なんですね。はい。冷凍冷凍室。室で大きい冷蔵庫は外にもうはい一個。はい。よいしょ。で今日これから普段とちょっと違うんですけど。はい。腸肉の肉を一回下茹でしますあ、はい。っていうのも営業中生肉から焼いてると間に合わないのもあるし、はい、まばらに火が通ると危ないのもある。腸肉は今日はどういったメニューですか？腸肉は豚バラがバーンって乗ったあ、で生卵を乗せてみたいな味付けした豚バラ、これは直前で焼くようなやつなんですけど、その前に一回軽く火を通して茹でる。これがいっぱい乗るんですか？そうですね。それを卵を茹でるんですよ。はい。下もも作んなきゃいけないんで、はい。ちょっと熱くなるけど、あ、はい。家から通ってるんですか？家から通ってます。今日来てるんですね。はい、朝5時半に犬の散歩をして、はい。6時過ぎに出発です。卵ですね。卵ですね。エスパルスがここにあったんですね。あ、そうだ。はい。じゃあちょっと流れますか？今日これもちょっとあれなんだけどさ、はい。レアな仕事なんだけど、はい。レアな仕事。あ、はい。エスパルスの後半のポスターができたんでシーズン後半のポスターに今日張り替えるところなんだ。あ、なるほど。ちょうどそれ撮ってもらいたかった。あ、そこに。なるほど。新しいポスターがあで後で貼るんで、あ、はい。いいね。肉を茹でる上でちょっと片栗粉、あ、はい。これをちょっと肉を茹でるとお湯に加えるとはい。肉がしっとりして、あ、そうなんですね。なるほど。はい。よいしょ。今茹でるっつっても下茹でなんで、あまり火入れちゃうと硬くなっちゃうから、はいもう入れたら火止めるぐらいの感じ。味玉をつけるタレを加熱してます。あ、はい。この写真あんまり立体感がない。今日のやつですか？今日のやつはい。こんな雰囲気。はい。後でこのまま作る。はい。卵何個入れるんですか？これね、70ぐらいかな。140ぐらい。あ、2セット入れる。あ、これを2セットやる。ああ、多いですね。でしょ。はい。毎日ですか？毎日じゃない。あ、今日がイベントだからですか？今日本当に今日。あ、なるほど。イベントでは使わないんだけど、たまたままた今日茹でるけど。あ、なるよし。この茹で汁にほど。はい。あ、少し返しを入れて馴染みをよく。はい。ラーメンのスープと。そう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 。はい。って言うとなんかそれっぽい。
ここからあとお湯沸き待ちかな。そのスープっていうのはいつ作ってるんですか？これはね、週に2回ぐらいいっはい。ぺんにやってる感じ。あ、なるほど。でこしてはい冷凍する。そちらで。そうそう。そこでなんか寸胴で作ってそるんですか？の端っこでやるあ、感じ。なるほど。返しをね、返し作ります。そう返しの最後の仕上げでニンニクをミキサーしたやつを一晩漬け込むんだけど、ほうほう。それを今日やるんで、へベースはやって、え。はい。でニンニクにつけるところだけやってない状態の、最後にニンニク入れるんですね。フレッシュなやつですか？あ、そう、はいこれミキサーかけたやつをネットに入れて、で一晩つけて最後絞って、そうなんですねそう火を入れてないニンニクのはいはいフレッシュさが出る。なるほど。あえて最終的に入れるような感じ。はい。僕がいた時は一緒に似てましたからね。あ、それはね、うちのやつメンヤ中川の時。そう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 。あブッチャーはちょっと、あ。違うんですね。違う。はいはい。そういうこだわりがあるんですね。そう。こだわりだから。それじゃあ演技していきます。ちょっとね、この背脂はうんただ茹でたんで、あ、そう茹でてそのまま出して細かくとかしないです。はあえてしてない。はいはい。けれども最終的にスープと合わせて浮かさせてあ、はい出すから、その時に崩して、はい。で最終的にはこれよりは小さくあ、なる。そうそうそう、ここで営業しながら崩してる感じ。ああ、なるほど。これただもう本当に茹でて揚げただけのやつです。あ、そうそうそう、2時間ぐらいで柔らかくなる。はい。それを揚げてる。スープって何がベースなんですか？豚がベースでね。あ、げんこつとかも入ってるってこそうそうそう。で、まあこしてって感じだ。と？はい。で営業中にこれをここに入れるってことですか？あ、てかね、小鍋にこれ今ちょっとボケなくこっち移すけど、はいもやし茹でると、はいはいここにスープで、はいここにチャーシュー焼くフライパンを置いてはい。営業する。こあのスープのところにこれを入れてっあ。はい。背脂も入れてなるほど。ていう感じが。もやしはもやしで茹でる専用のあるんですねあ、。でもここに鍋を置くだけ。鍋を置くんですね。茹で麺機では茹でないですね。あ、もうちょっと間に合わないね。間に合わないですね。あ両が、はいはい全部それだからさ。あ。はい。でここにもやし開けて、うん。そこからこう入れて、なるほど。でこれがとりあえず今沸いたんで、ここに全部入れていきます。はい。もう火は止めてある。あ、そうなんですね。火止めた状態で、余熱で入れる。まあ、沸いて直後にすぐ入れる。はい。あんまり入れちゃったらね、硬くなっちゃう。やべ、落ちちゃった。よし。そしたら、お、沸いた。よし。とろみがちょっとあるんですか？そう、とろみが少しある。コはいーティングして、営業中置いといても、パサつかないみたいな。ああ、なるほど。今度は、すくいます。はい。このやり方すると、肉にアクがつくじゃん。はい。つかないんで、アクもあんまつかないんだ。あ、そうなんです。菜炒めとか作ると朝ついてる時あるんですよね。冷凍の。そうでしょ、はい。お肉がでしょ。はい。片栗粉やればいいんですね。そうそうそう。はい。しっとり寄りになる。はい。これはね、主婦の方も家庭でやるときにぜひお試しください。はい。とか言ったらいい。そしたら卵をね、これからね、はい。入れますよ。今日は撮影してるから一杯多めに入れて。あ、そうなんです。氷多いですね。製氷機がでかいってことですか？なんかうちこんなに入れちゃうと多分営業がもう。うちでも営業で使うのはつけの麺冷やす時だけだから、はい。そんなにいらないっちゃいらないんだよね。あ、そうなんです。ピッチャーの水とか。ピッチャーないから、あ、そうなんですね。冷水器で
あ、そういうことなんですね。そうそうそう、だから意外とああ、じゃあ大丈夫。ピッチャー使ってるともう、そうだね、ピッチャー使ってるとはいやばいね、はい、確かに。むしろ氷で冷やしてないですね。もううち流水だけですね。あ、だけでやってる。はい、一気に冷やした方が動きやすいっていうじゃん。そうですよね。そそれできればそっちの方がいいですよね。大体ねただもう間に合わなくなっちゃうんで。ああ、そういうことなんです俺もでも本当に今日調子に乗っていっぱいお入れちゃったから YouTube 用に。つけ麺に冷やせないかもしれない。マジですか。大丈夫です。あ、そうなんですね。つけ麺氷で冷やすんですね。あ、もうへえ。なんかさ、まああるんだけど麺がぬるいと嫌じゃん。あ、はいもうすぐ終わるけど冷やしのやつもやってて、しっかり麺冷やしたいはい。こだわりはい。ってやつ。あ、でも冷たいものは冷たくっていうのはそう冷たいものは冷たくすごいなんか大将からすごい言われた記憶があります。誰？大将に。あ、俺に？はい。いた時に。ああ、そう。はい。こだわり？はい。的な。中川本店とかってつけ麺やってますか？つけ麺今ね、ちょっとやってるけど、ちょっとやってる。そこあんま出ないんだよね。あ、そうなんです。なんだろう、もうちょっと出てほしいんだけど、夏は。ちょっとこれね、とこで、いや、はい本店に入ることはもうないですか？最近ないね。うん。本店がほぼ伊藤君がやってる。はいはいゴットンはたまに入る。はい。ゴットン夜とかに。だからこの間でも珍しく昼入ってはい人がいなくて、はい。この現場に入ってるのはブッチャーにちょそう、っと入ってる感じ。お昼がはいみんな、バイトがみんな学生だもんけど、はいどうしても平日のお昼出れない。はいはい。あ、そういうことなんですね。そう、でいれば別に任せる感じなんですか？いればね。うん。暑い。暑いもうですこうびっちょびちょだよ。ね。もうすぐ50ですか？そう。今何歳ですか？今ね、今年49。あ、今年49です49にか？なる。あ、なる。ね。この間自分の師匠がはい一回り上であ、電話で話したら、はい60超えてる。あ、これびっびっくりだよね。くりですね。シビいくつだ？41になりましもう40超えたんだよね。はいそうだね。そりゃそうだよね。そうか。た。社員さん伊藤さんですか？そう、今ね、実は伊藤君だけ。あ、なるほど。だからまあ本店は入んないって感じ。あ他はね、社員を入れてないもんで、バイトのリーダー的な感あ、じ。ここもバイトリーダー。あ、いろいろ任せちゃってるんで、はいはいシフトから発注からあ、シフトも立ちシフトもお願いしますああ、なるほど。すごい。会ってないベトナム人のシフト組むの大変だっす。あ、そうなんですね。いるしかいないからさ。はいはい。ここで一回混ぜるのがね、大事なんだって。あ、そうなんです。大事なんだって。はい。前のブッチャーの店長がね、言ったらしい。前のブッチャーの店長と一緒に働いてた人が、ああ、なるほど。混ぜないと怒られるんですよ。もともとお父さんがあれですか？そうそう、始めたのは弟で、経営されてたんですよね。弟から買ったから。ああ、なるほど。これでつまりスープってスープと背脂入れるじゃないですか、結構な乳化させるんですか？もう沸騰させがあっていいじゃないと分離してて、あんまりスープがと油何対何ぐらいなんですか？大体ね73ぐらいはい結構入れてはい。乳化させてで沸騰させるだけで乳化するんですね。潰したりしてこう少し背脂をこしてあげたりするとはい早いから、あ営業中どんどん足しながらやるからはいある程度こう潰したりしてあげないとはい。なかなかいかないんですよ。それで乳化してるんだ。この加減が意外に中川本店の時ってスープ入れて油入れてたじゃないですか。あそうですだから塊がちゃんと残ってたじゃないですか、ロタスもそうなんですけど、チャーさんはなんか混ざってるイメージがあったんですよね。スープとまあボコボコ一応形も粗めには残すけど、はいベースは溶けたところはスープと乳化させたりっていうはいようなしはい。タレって中川本店と違いますか？あ二郎系と全然違いますか？これはねブッチャー仕様ではい。あるさ、へえ。まとめて作ってるのであ、はいニンニク入れる前までのやつをはいまとめて
どの店舗も共通で、はい大豆も沼津もあカンナビも。あ、あ、じゃあタレは買ってるってことなんですそう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 。PB みたいになってる。か。はいはい。そこにこれを入れることで完成する。あよし。完成。あ、はい。とりあえず置いといて。あとはじゃあやるか。生姜もちょっと入るんですね。生姜もちょっと。へ生姜は他のお店はそっか違うからあれはあんまり入れてるけど、なんかえ。はい別のネットではいつけてるのね。はい別のネットで生姜を弾いて、はい。で漬けニンニクとして使ってる。ああ、はい。うちはね、漬けニンニクの中にちょっと生姜が混ざってる。あ、なるほど。こんだけです。こんだけです。そうねはい。こんだけです。ちょっと気持ちいい。でもちゃんと試作したから入れないはなしだったし、うんこれで多分ちょうどそう入うんれないとちょっと違うな。味をキあープし、つつそうなんですね。でも入れるのもそんなに入れなくて、完璧な計算だからねそうだね、一応実験はしたんだよ。生姜入ってないと決まんないですか。決まんないんだよ。全然違ったちょっと入んないとやっぱ決まんない。それいいっすね。業務用だから1キロ入るんですか。もっと入る。あ、1キロだね。あ大体。はい。そううちこれね3回に分けてやってる。でしょ。これ高いんだよ。高そうです。俺もこのサイズはね、はい。買ったことないです。もともとここにあったから使ってる。ああ、高そうですもんね。 5万いくらですよ。あ、5万いくら。やっぱすごいですね。するんだよ。だからなかなか買おうと思わないですよね。思わないし、もうなんかこの辺危ないからギリギリに使ってる。でも楽だし、 1回でいいから。強いよね、パワーが。強いです。オペレーションいいっすね。どういうこあ、なんかうちの場合なんかざるでつけてますけど。と？そう、ネットに入れて漬け込んじゃえば、ネットを最後絞ればいいですよ。なるほど。それが一番嫌だしそう、それがね、俺が一番辛い仕事なんだよ。あ、そうなんですか。もうね、冬ね、もうマジ手がね、やばいから。へえ。どうに息切れしってくるから痛い痛い痛いっつって冷蔵庫で冷え切ったこの手じゃないとダメなんですか。手じゃないと何になる？なんかいい方法ある？ダメですよね。いい方法あったら俺も採用したいぐらい辛い。あんまりほら辛い話するとさ、ラーメン屋になりたい若者がいなくなっちゃう。楽しいよってアピールしようかと思ってる。伝えてください。 YouTube を通じて。はい。よし。あの編集とかは慣れて早くなった？結構やっぱすげえ時間かかります。厨房潜入は特にどれぐらいかかるの？編集すごいかかります2、3時間とかそういうレベル？あ、そういうレベルじゃないです。はい。マジで？ 10時間以上かかります。そんなに？はい。すげえな。厨房潜入は長く撮るんでああ、なるほどね。カットすごいして、するその後テロップも入れるんで喋ってるので、あ、はいはい。全部テロップも手打ちなのでおお、なるほどね。レシピ系の方が早く作れますね、はい動画的に。はい。お、すごいなんかいろいろありますね。これがあ、開始ですね。机の回収をああ、なるほど。作ってもらってて、はい。本当だ。ブッチャー特製化して書いてあります。そうですね。ニンニクの絞りをちゃんとやることが大事。へえ。全然変わってきちゃう味が。あ、そうなんですね。もうネット入ってますか。あ、もうネットあ、入れて入れてるんですね。一晩つけてあ、そうなんです。そうそうどうかどうしよチャーシューいつ仕込んでるんですか。う。チャーシューはね、昨日とかその金曜日日にやるってことですね。うん1日をか3日に1回ぐらいかな、タレの中で煮るタイプですか。いや、お湯で煮てタレに漬け込むタイプ。ああ、そのお湯どうしてるんですか。そのお湯で背脂もやったり、あそのお湯にガラ入れてのスープ、あ、なるほど。それはもうスープになるんですね。そうそうそうあ、なるほどね。じゃあ本当に肉の旨味も入ってますね。そうそう入れてるから、はい無駄なく。背脂も煮て無駄ないですね。入ったらここに来るんですか。ここにテレレ通知がってくるさ、えでそれで受けるってやると
何分後に行って待つみたいなのになって、5分後ぐらいになったところで作り始めればちょうどいい。でなんかラーメンとかじゃないやつだともうすぐ作り出しちゃって置いとくんだけど、さすがにほら麺だからさ、出来たて運んでもらいたいじゃん。容器はどうするんですか？容器はこういうの。これなるほど。じゃあもう使い捨てですね。デリバリーのこぼれない器みたいな。これは自分家で用意すればいいですね。あと火つけてもやしを茹でる。営業中のもやし茹でる専用の鍋ですね。そうです。なるほど。これが営業用のスープ。そうですね。これに入れて、なるほど。でこの後火入れる。今日はこいつで肉を炒めるんで。でかいっすね。ドン・キホーテ。そうなんですね。何人前か入るとさ、結構大きくないと。ここはチャーシューが。普段のチャーシューがこちらです。茹でたもやしはどこに揚げていくんですか？これに揚げとく。ここでやってくんですね。多い時は2段にして。スープは1杯あたりお玉1杯ぐらいですか？いや1杯も入らないから。入らないですか？丼がこういう感じなもんで、あんまり入らない。今何 cc だよ？270cc です。1杯。これがラーメン1杯あたりですか？そうなんですね。この丼がさ、本当だ。なるほど。で麺入れるともういっぱいになっちゃうから、あんま入れられないんだよ。あれ波で何グラムですか？麺はね200、固形が250。あれってこれ毎回測るんですか？届く時点で麺を250で作ってもらってるさ。なんで波の時は50減らして、ここで測りながら。なるほど。やっぱ専門店だから使う量がすごいですね。そうよね。もやしがこれでも2回3回追加すから。すごい。これが俺の筋トレ。じゃあもうそろそろこっち火入れるか。ありがとうございます。ありがとうございます。
どうぞ。はい、お待ちどうさまです。出前館入りまして、あんまりすごい。こんな感じで本当だ。特製富士そばが。今配達員探してる。すげえ。これ何盛りですか？丼でかいですね。これは男です。この男も。男盛り 100g。 500。麺。もし一枚。これタレ何 cc ですか？あ、60。 60。基本でこういう感じですね。基本のやつは人のラーメンを全部タレで温める。全部焼いてあタレでかけて。手間かかだからベースは比較的薄味にしてある。ああ、なるほど。タレでやると濃くなっちゃう。これでちょうどいいぐらい。これスライサーで切ってるんですか？いや、手ですか？めっちゃうまいですね。まあね。大将切ってんですかこれ？まあね。スライサーで切って見たでしょ。るみたいですね。最近そこが悩み。なんで逆にスライサーっぽくなっちゃって。その悩みかな。小肉何人前ですか？これ今3人前。3人前。はい、いらっしゃいませ。はい、お待ちどうさまです。全部持って。いいですか？証券ごめんなさい。はい。はい、ありがとうございます。お待たせしました。お肉です。ありがとうございます。はい、お待ちどうさまです。
いいもんこ細麺だけ細麺バーれ細め。入れちゃっていい？あ、もう10分間だっけ？分かんないよこれちょっと気をつけて。ウーバーは来た？お待たせしました。小児大盛りです。はい、それです。お疲れ様です。ちょうど到着です。今のとこちょうど。はい。